all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house. 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 It's all about house music.このバズ・ライトイヤーはトイ・ストーリーをはじめカーズやミスター・インクレディブルなどの作品を作り出したピクサーが出す作品です。ピクサーはストーリーがすごくいいっていうのはもちろんなんですけれども、映像にも妥協せずこだわっている企業なんです。最大の特徴である CG アニメーションでは常に技術が進化しており、トイ・ストーリーの4作目はとても精密に作られております。今作も新技術を採用しておりますが、今回はそれがバーチャル IMAX カメラというなんかよくわからんものを開発したんですね。もうガチ勢すぎて CG 内に IMAX カメラを作っちゃったんですよ、言ってみれば。で、まず公開されている情報をまとめますと、東京池袋にありますグランドシネマシャンシャインと大阪エキスポシティの IMAX レーザー GT シアターではフルサイズであるアスペクト比 1.43 対1に対応しております。作品100分中の約3分の1が IMAX シーンでありまして、だいたい30分から40分ほどあることが確認されております。フルサイズがある作品は去年の11月に公開したエターナルズから約8ヶ月ぶりになります。バズの顔を大画面で見たい方はぜひ IMAX レーザー GT へ足を運んでほしいっていうのは冗談で、やっぱりこの宇宙のシーンと相性いいですね。で、この限られた IMAX シーンは一体どこがフルサイズなのか、それなんですが、このバズ・ライトイヤーの予告編で海外の IMAX ガチ勢のスレッドから調べました。今ね、池袋と大阪ではフルサイズの予告編が流れてるんですけれども、ちょっと僕は見れていませんので、海外の情報から借りています。この予告編の中ではこのような時間帯がフルサイズであったということになっていますので、よかったら確認してみてください。本作の IMAX シーンの目的は、監督も言ってたんですけど、没入感を高めることが最重要みたいです。なのでフルサイズじゃないと意味がないっていうわけではない作品だと思います。 IMAX with レーザーと IMAX デジタルはフルサイズではありませんが 1.9 対1対応の映像になります。今の写真だと小さそうに見えますが、シアターによってはこれでもかなりでかいので迫力はあります。次はバーチャル IMAX カメラについてです。初め聞いた時もこんなイメージだったんですけど、こんな SF チックではないですね。まずピクサーのアニメーション制作の流れを載せます。でこれ左からなんですが、キャラクターのモデリングをして骨格や衣装などを決めた後の丸4、セッターのカメラに注目します。バズ・ライトイヤーの世界をコンピューターを使って構築していきます。物の配置もこだわって設定していった後にカメラの配置も調整していきます。今ちょうど北海道でピクサーの秘密展という展覧会が行っておりまして、その中の一つにこのセッターのカメラを体験することができます。ネットで調べると行ってきた人たちのブログも出てくるので、こっちを見てみると結構詳しく知ることができます。でその際にこのバーチャル IMAX カメラが登場します。 1.43 対1まで撮影もできるんですけど、ただこれね、それただ単に 1.43 対1の映像を撮ることができるだけじゃねえのと僕も思っておりましたが、実はそれだけではなかったんです。まず特徴の一つが 65mm に相当する大型センサーと救命レンズを開発したそうです。この作品の大部分は近似した 35mm のバーチャルカメラを使用しておりますが、 IMAX シーンではこの 65mm 相当のバーチャル IMAX カメラを使用したとのことです。
65mm のセンサーと聞いて思い出したのが Alexa IMAX カメラです。これはね、アベンジャーズのインフィニティ・ウォーやエンドゲームのほか様々な作品で使われておりました。これ自体はARRI-Alexa65 っていうカメラをベースに改良した IMAX デジタルカメラで、これ 2D 撮影モデルでセンサー解像度は約 6.5K というスペックになっております。で、エンドゲームを IMAX で見た時に思ったのが、やっぱめちゃくちゃ映像が綺麗なんですよ。もしかしたらバズ・ライトイヤーもこのクオリティに近い映像かもしれません。で言うてみたら、この IMAX のために特別に設計されたカメラで撮影しつつ、それ以外の映画館の上映、つまり 2.39 対1でも映すために画像を中央トリミングしています。つまりこのカメラは IMAX と 2.39 対1を同時に撮影制作しているということです。また複数の比率を考えながら撮影する必要があるはずなので、このような表示になっていると思います。この表示に関しては他の映画のメイキングの動画を見ると同じような表示をしていることが確認できます。バズ・ライトイヤーはあくまで没入感を大切にして制作したと先ほど言ったんですけれども、必要な情報は 2.39 対1に収まるように努め、拡大部分はあくまで没入感を高めるための目的に過ぎない構図になっていると監督が言っています。そのため IMAX シアター以外の映画館にも十分考慮してますよっていうことになっているはずです。一方IMAX 以外のシーンでは 35mm に近いバーチャルカメラにバーチャルアナモルフィックレンズを使用しています。バーチャル IMAX カメラってもちろん騒音もないしフィルム代もかからないので、それこそ全編 1.43 対1の IMAX 作品にできたはずなのにわざわざ分けています。これ監督がこの IMAX シーンでは映像の質感が異なるようにしたと。でより立体的にそこにいるかのような質感ということで、この一気にフルサイズに広がる手法を狙っていると思います。これ確かに有効的ではありますが、アスペクト比のこの切り替えがごちゃごちゃしたりして使い方間違えると逆に集中できなくなるのでちょっと心配でもあります。さらに深掘りしまして IMAX フィルムカメラやバーチャル IMAX カメラの救命レンズとバーチャルアナモルフィックのレンズの違いです。正直ここあまり詳しくないので多くは語れませんが、まずインターステラーのアナモルフィックレンズを使用して撮影したものがこちらで、もう一つのこちらが IMAX フィルムカメラで撮影したものです。アナモルフィックっていうのは歪曲的という意味で、映画フィルムでワイドスクリーンを 35mm に横に圧縮して撮影再生するための特殊なレンズになります。まずこちら圧縮しない場合のワイドスクリーンのフィルムの状態です。これですね、コマと次のコマの間に黒い帯が入って解像感が著しく劣化します。しかしこのアナモルフィックを使用し横を圧縮してあげることでコマいっぱいに画像が入って解像感をなるべく落とさずできます。ただし上映時にはアナモルフィックレンズを使用して横に広げて投影します。このレンズの特徴に独特のフレアレンズや楕円形のボケや歪みなどがあります。バズ・ライトイヤーでもそれが確認できます。これが逆に綺麗に見えたりとかちょっとシネマチックな感じに見えるので、すごく今でも取り入れられているレンズになります。対して IMAX フィルムとそのレンズっていうのは全く違ってきます。背景の歪みがほぼなくなって映像が少し近く感じます。でアスペクト比のこともあってか圧迫感がありますね。でこれがバズ・ライトイヤーだと例えば高速ワープのシーンでうまくまとまるんですね。こういったことも含めてバーチャル IMAX カメラは有効的だということが分かったようで、このレンズの特徴も追求したオタクたちの作品ではなくプロの作品になります。この場合はもう後ろの方よりかは真ん中もしくはちょっと前に座るしかないですね。スクリーンから最前列まで結構離れているシアターもあるんですが、そういったところは前の方で見るといいかもしれません。監督やピクサーの IMAX ガチ勢による作品、それがバズ・ライトイヤーということで1月1日公開2週間限定ですのでお早めに